I want to reaffirm that we are an entertainment-first company, and our goal is not to push any specific agenda. Ghost of Yotei looks an awful lot like Assassin's Creed Shadows, so is there a risk that you start bumping into that one, that people will not buy Shadows? On the competition related to Assassin's Creed Shadows, the focus is really to make sure that we deliver a fantastic experience in a setting taking place in this feudal Japan that should be really enticing. They're trying to release Assassin's Creed in the middle of one of the biggest release months because they're expecting the game to go really badly, and so nobody will be talking about Assassin's Creed, so people won't realize that it came out and it was really bad. There's gonna be an excuse for the shareholders? I guess so, man. 通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、アサシンクリードシャドウズの話題になります。いやーもうね、何かと話題の絶えない UBI ソフトとアサシンクリードシャドウズですが、今回ですね、最近ではね、もうすっかり見なくなったようなとんでもない記事というのが出てきまして、これ以外にもですね、競合ゴースト・オブ・ヨーテイの発表を受けての CEO のコメントというのも出てきました。本日ね、このあたりまとめて見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。で、まずですね、最初にこちらね、関ヶ原鉄砲隊さん、状況のね、変化があるか見ていきたいんですが、あれからね、やっぱり特にね、返答というのはないようで、こちらですかね。この方がね、アサシンクリードの発売日が変更になったようです。来年の2月に変更だそうです。再度修正を依頼してみてはいかがですか。そしてね、影山さん、延期の報告があったようですね。先日の問い合わせから全く音沙汰がありませんが、週末に再度問い合わせを行ってみたいと思います。ということでね、あれからまだ返答がないということで、いやーほんとすごいですよね。そしてね、あれから株価の方ね、少し戻したようで2桁戻ったんですね。とはいえですね、こうやって見ますとね、ここでドーンと落ちまして、今ちょっとね、戻してる状態。ということで、25日の状態にまでは戻っていないというような状況ですね。さあ、それでは本題ですが、今回ですね、こちらになりますね。このね、ファストカンパニーというところから、もうね、最近ではすっかり見なくなったレベルの、とんでもない記事というのが出てきました。もうね、引用元とか見ると笑っちゃいますよ。ビデオゲームメーカーの UBI ソフト、反 DEI のバックラッシュで混乱に陥る。ということで早速ですが、こちらですね、バックラッシュとあります。こちらが本日のキーワードになります。で、こちらですね、以前もキーワードでね、取り上げたことがあるんですが、ちょっとね、知らない方も増えたと思うんで、改めて見ていきたいと思います。バックラッシュ。社会や政治における変化や出来事に対する人々の強い感情。ということで、こちらね、バックラッシュというのは、反発という意味になるんですね。でね、主にオンライン上ですね、SNS とか、ここでね、よく使われるワードになってるんですが、炎上と訳してもかなりニュアンスの近いものになるんじゃないかなと思います。このバックラッシュというのは反発という意味なんですね。で、プクタもね、結構バックラッシュって動画内で言うので、これはね、そういった意味になります。ということで、こちらは、ビデオゲームメーカーの UBI ソフト、反 DEI の反発で混乱に陥る。そしてね、もう出だしからすごいですからこれ。9月24日、UBI ソフトは東京ゲームショウへの出展を突然取りやめ、近日発売予定のアサシンクリードシャドウズのプレスレビューを全て延期した。水曜日、その理由が分かった。反 DEI の反発が同社を混乱に陥れたのだ。株価の下落は厳密にはスター・ウォーズ・アウトローズの期待外れの売り上げによるものだ。しかし少なくともその根底にあるのは多様性と包括性に反対する極右勢力である。ね、出ました。ファーライト。極右と言いますが、これね、英語圏でね、よく使うワードというわけではないですからね。ほんとね、これ、連呼してると距離を置かれちゃうんで気をつけてくださいね。やばいやつだと思われちゃうんで。女性が主人公のアウトローズは、批評家からは、おおむね好評を得ているが、多くのプレイヤーは、メタクリティックで0点の評価を与えており、その理由として、強制的な DEI を挙げ、開発者が、ストーリーやゲームプレイよりも、目覚めた文化に多くの時間を費やしていると主張している。反 DEI の反発によって引き起こされた、このレビューボムは、どうやら効果があったようで、水曜日の発表につながる一連の出来事を引き起こした。スター・ウォーズ・アウトローズは UBI ソフトのゲーム、そしてスター・ウォーズのコンテンツ全般を荒らそうとする組織的な活動によって影響を受けたと我々は考えている。と、ウェド・ブッシュのマイケル・パクター氏はアナリストノートに記している。これは UBI ソフトが数字を下げざるを得なくなった稀なインセルの勝利だ。このね、インセルというのもよく出てくるワードですね。主にね、白人男性を指すんですが、なんでしょう、こう、日本語で言うところの弱者男性みたいな、ひも手のね、差別主義者みたいな、これは極右とセットでよく出てくるワードですね。だからといって、極右を黙らせることはできそうもない。ね。
実際、アサシンクリードシャドウズの発売延期は、封建時代の日本を舞台にしたゲームの主人公に、女忍者と黒人侍を起用したことで、すでにそのグループから非難を浴びており、反対派を増長させる可能性がある。レディットのゲーマーゲート支持派のフォーラムでは、すでにこの発表を祝っており、人種差別的なコメントもいくつか飛び交っている。そして皆さんね、ここ注目です。しかし、シャドウズの発売前の反発を引き起こしたのは、ゲームプレイの仕組みではありませんでした。7月の時点で開発チームはゲームに黒人の主人公を含めるという選択で守勢に立たされていました。このキャラクターヤスケは16世紀に実在した黒人侍をモデルにしています。ということでね、その根拠になっているこちらのソース。これがね、何かと言いますと、こちらです。ね、もう皆さんご存知かもしれません。スミソニアンですよ。この番組でもね、以前ご紹介しました。この記事というのはですね、ここね、見出しありますが、日本初の黒人侍ヤスケとは誰だったのか。で、ここでもね、ブラックサムライと言っておりまして、ソースにしているのがこちらです。はい、懐かしい名前見えてきましたね。トーマス・ロックリーなんですね。つまり、こちらのね、ファストカンパニーがブラックサムライは実在したんだというようなことを言っておりますが、そもそもですね、ソースになっている記事というのは、トーマス・ロックリーをソースにしたものなんですね。もう今や IGN ですら、ブラックサムライというのはね、避けるようになったようですが、ここに来てね、トーマス・ロックリーが再び出てくるというね、これちなみに9月26日に出た記事ですからね。そしてね、先ほどアナリストの話が出てきましたが、はい、ここね、極めつけです。パクター氏はこのゲームが700万本以上売れると依然として予想しており、このゲームは UBI ソフトのベストセラーの一つになる可能性を秘めていると付け加えた。ということでね、今回の炎上騒ぎ、ゲームショーの出展中止というのは、極右の反発のせいで、さらにこいつらは、トーマス・ロックリーによって証明されているブラックサムライの存在を否定して反発しているんだ。だけどアナリストは、このアサシンクリードシャドウズは700万本以上売れて、UBI ソフト市場のベストセラーになる可能性がありますよと、このように言っている記事が出てきたというわけなんですね。でね、このメディアね、非常に不思議でして、それがね、こちらなんですよ。ファストカンパニーね。X の公式アカウントですね。はい、こちら見てください。すごいでしょ。226万人フォロワーがいるんですが、ここね、見ていくと、こちらね、ピンですよ。9月9日。ここね、いいねが124件、コメントね、8件なんですね。でね、コメント見てみますと、これね、自分でね、追加して投稿してるだけなんですよ、ここ。こうやってね。で、こちらね、最新の投稿を見ますと、これ28分前でいいね2件でしょ。こちら34分前で0件、1時間前で1件。4時間前で、はい、こちらね、誰もいいねしていません。でね、ものすごい数のね、ポストがあるんですよ。超アクティブのアカウントにもかかわらずですね、これ、ほとんどね、いいねされないんですね。こちら9月27日、0件でしょ。こちらもそうですね。こちら9月26日です。こちら1件と、その下ね、0です。ということでね、めちゃくちゃフォロワーがいるにもかかわらず、誰も反応しないというね、この謎のメディアが、今回、この UBI ソフトとアサシンクリードシャドウズについて、とんでもない記事を出したということになってるんですね。そしてね、こちら IGN になるんですが、今回ですね、このアサシンクリードシャドウズが、ゴーストオブヨーテと競合するということを受けまして、UBI ソフトのね、CEO、コメントを出しています。アサシンクリードシャドウズが2025年に延期されたことで、昨日発表されたゴーストオブツシマの続編、ゴーストオブヨーテと直接競合することになった。この動きは、両ゲームが封建時代の日本を舞台にし、忍者、侍、浪人といった古典的なイメージを特徴としていることから、両者は比較されている。しかし、類似点があるにもかかわらず、UBI ソフトの CEO であるイブ・ギルモ氏は、日本を舞台にした大規模なオープンワールドアクションアドベンチャーゲームが2つ存在する余地は十分にあると述べている。非常に高品質なゲームには多くの市場があり、この2つのゲームは非常に売れるだろうとギルモ氏は述べている。両者の違いについてギルモ氏は、アサシンクリードシャドウズは2人の主人公に焦点を当てました。プレイヤーは忍者と侍のどちらかを操作することができます。この2人の主人公というアプローチは素晴らしい体験を提供することになります。封建時代の日本を舞台にしたこの設定は非常に魅力的なものになるでしょうと述べました。ということで今回ね、これを受けまして、ゴーストオブヨーテとね、発売年は競合することになりましたが、一応ね、CEO は両方売れるんじゃないのと、このように言っているというわけなんですね。はい、ということで本日はですね、このアサシンクリードシャドウズにまつわる2つの記事を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いやー、今回ですね、このアサシンクリードシャドウズ、発売がね、延期になったということで、冒頭に見ました記事ですね。ああいったですね、よくわからない記事というのもどんどん出てくると思うんですよね。そのせいでね、ますますイメージが悪くなるということになっていくんじゃないかなというような気はしますよね。発売まであと5ヶ月ほどですが、どういった燃料が投下されていくのか見守っていきたいと思います。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。